この動画では2021年度哲学プラクティス連絡会の大会の発表募集要項をできるだけ簡単に説明します。募集要項っていうのはどんな発表を募集しているかの説明です。最初に募集要項に書かれた挨拶を簡単に言い換えたものを読みます。哲学プラクティス連絡会7回目の大会を開くので、皆さんからの発表を募集します。今年の大会では、哲学プラクティスをやってる人同士の豊かなやりとりが生まれることを大事にしたいです。発表するのが不安だなって人を手伝う仕組みも考えました。皆さんの応募を待っています。今年の大会は9月4日土曜日にZoom っていうオンラインで話し合いができる仕組みで開きます。誰がどんな発表できるか説明します。誰がっていうのはテーマに興味がある人、あるいはテーマに興味があるグループが発表できます。どんなテーマかというと2つあります。1つ目は哲学プラクティスでの安心安全。もう一つのテーマは哲学プラクティスに関係あること何でもです。どんな仕方で発表ができるか、3つ種類があるので、そのうち1つを選んでください。1つ目はプレゼンテーション。自分の考えたことを話す発表の仕方です。2つ目はワークショップ。みんなと一緒に何かをやる発表の仕方です。3つ目は掲示板。考えたことを書いて見てもらう発表の仕方です。発表の仕方を一つずつ見ていきます。まずプレゼンテーションについて。全部で60分あります。自分たちが話す時間は20分ぐらいにして、みんなで考える時間が長くなるようにしてください。司会の人がいて、みんなで考えるお手伝いをします。本番の9月4日より前にどんな発表をしたいか司会の人に教えてください。何人あなたの発表に来るかは本番までわかりません。次にワークショップがどんなものかを説明します。全部で60分か90分か選べます。内容は話したりやってみたり自由です。司会は自分でやるかやってくれる人を自分で探してみてください。何人まであなたの部屋に来ていいか、これを定員と呼びますが、定員を自分で決めることができます。3つ目、掲示板について説明します。9月4日の大会の日には何もしません。どんなことしてるかとか、どんなこと考えてるとか、仲間募集とか、テーマに関係あること何でも書いて見てもらう発表です。大きさは A41 枚分、色や書き方は自由です。書いたものは大会のプログラム集っていう本に載ります。これはインターネットで見れる残る本です。知らない人でも見れてしまうので気をつけてください。気をつけてほしいことがいくつかあるので聞いてください。発表申し込みは7月31日が締め切りです。発表する人も他の人と同じように参加費を払ってもらいます。応募してくれた発表が実際に発表して OK かどうかは8月の1週目にメールで連絡します。大会のやりたいことと発表が合っているかどうか考えた結果や、発表したい人が多すぎた時にはお断りすることもあります。それから、こんな時には発表していいですよって言えないなと思っていることがあります。人々の人格や尊厳を否定するもの、公序良俗に反するもの、簡単に言うと、誰かや誰かの権利を傷つけたり、ないものにしたりするような発表、それから何かを実は買わせたりする宣伝のための発表、一人の人が何個も発表しようとしているとき、その他、これはいいとは言えないなと事務局が考えたときには、応募してくれた発表に OK とは言えません。でも、特に最初の誰かや誰かの権利を傷つけたりないものにしたりしないっていうことに自分でちゃんと気がつくのは誰にとっても難しいことです。応募の前に
自分でも本当に大丈夫かなって考えてほしいなと思っていますが、もし OK じゃない時も、ただそれ OK じゃないって言って終わりではなくて、こういうふうに思うから、このままでは発表してもらえないですっていうところから、一緒に考えていけたらいいなと思っています。発表が OK だよって決まったら、プログラムを書いてください。書く内容は、題名、発表する人あるいはグループの名前、発表する人やグループの簡単な紹介、発表の中身の紹介です。それを8月9日日曜日までに書いて事務局に出してください。事務局はそれを集めてプログラム集っていう本を作ります。掲示板発表を選んだ人の分もプログラム集に載ります。A4 で1枚、文字の数や色、絵や写真など自分の作品を入れることは自由です。プログラム集はインターネットで見れるもの、そして先まで残るものです。全然知らない人も後から見れるものなので気をつけてください。これでお話は終わりです。わからないことや困りごとがあったら、ホームページのお問い合わせからいつでも聞いてください。発表に興味を持ってくれてありがとうございます。会えるのを楽しみにしています。